いろんなことをこう考えて、いろいろこうレイヤーを重ねた上でキャンバスに落とし込むっていうようなことをいつもしていたんだけれども、今回はそういうこととはちょっと違ってキャンバスという、指示体から少し離れたところでもっと手前のそのレイヤーを重ねるっていう行為をしていく、なんていうか、そのレイヤー一枚一枚をもっと軽やかに描いていって、その自分が今何を考えてるのかとか、目の前にあるものをどうやって美しく人に見せるのかっていうことを和紙の作品とかもしくは木の、素材なんかに、もう少しキャンバスよりも時間を短くしてさらっと描いて、その時間で描いてたものを並べて見ていきたいなっていうのをまず考えて、今回の展覧会は全体をすごく軽やかなイメージにしました。中井正和という日本の美学者の著書をすごい読んでて、自分の美しいと思うことの基盤というか、何をしたいのかな、何を思ってこんな美しいものを描きたいとかって言ってるのかなって思った時に、この本をたまたま知って読んだら、なるほどって思うことが多かったんだけれども、その中で船をね漕ぐこともそうなんだけども、例えば水泳選手が水の流れに乗ってスピードを上げて泳げるようになるとか、そういうことって日々のその鍛錬であったりとか、日常でずっと続けていくことによってふとした瞬間にパッとこれだって体が分かる時があるっていうふうに書かれていて、こういうフォームで泳げば速くなるんだとかっていうのを体悟することこそが、見ている側からするとすごく美しい状態、ずっと長くやっている中での一つの規則みたいなものが美しさを生むというか、そういう瞬間が自分にもあるのかもしれないと思ってて、まさに今回のその和紙に描いたものがそれだったんだけれども、長く自分が制作してきたからこそ、何か自分の中にその一つのルールみたいなものが生まれて、それを自然にこうアウトプットできる今この年齢になってようやくそれができるんじゃないかなと思って、全体的に今までとはちょっと違った雰囲気の展覧会になりましたね。今とここにっていうタイトルも、その現在のその今ここの場所で自分が見えてるものと人が見えてるものと、あと今ある季節とか時間とか全てがその一つの絵に集約されているようなイメージで、そういう時間を受けての今のこの春があるっていうこととかを丁寧に素材を選んだりとか、例えば和紙を選ぶとか、時期もそうだけれども、会場の左壁から春が始まって、最後右の方にの壁で冬で終わるようになってるんですけど、それぞれ26枚貼ってあるんだけれども、歌としては25首古今和歌集の中から選んでいて、その元になっている歌が壁の方に書かれていて、全体的にその一つの風景に見立てるようなもやっとしたような春の霞を描いたりとか、夏のあたりではちょっとバラの花を描いてあったりとか、書で描いた時のその歌の雰囲気であったりとか、そういうのも含めて絵にしようと思ったので、壁にも描いてみました。今回その展覧会で小舟があってね、その船がゆるい川をこうスルスルスルっと船が進むような、船がこうたゆたうような感じで、その船に乗りながら展覧会場をぐるっと回るようなイメージしてるんだけど、なんかその船を漕ぐ時であったりとかも、やっぱり気持ちよく漕げる、なんか一生懸命漕ぐんじゃなくって、その川の流れとともに腕がきちんと動くというか、なんかそういう気持ちよさが、やっぱり長く描いてきた中で
少しずつそういうことがきちんと自分の体と絵とがうまくこう一致してきてるというか、動きとして自分が求めていたその描きたい世界もそうなんだけれども、筆の動かし方とかによって髪の毛をこう表現できるんだとか、なんかそういうことの喜びがすごく大きくって、描いていても本当に楽しいということがまず第一にあって、ようやくうまく腕が動くようになってきたんだなっていうのが、改めてああいう和紙に描くことによってこれだけ気持ちよくなってきたんだっていうのが分かったかなと思う。